改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第34回です。はい、というわけで今回は2週連続の更新と相なりました。前回はすっかりジョジョ好きおじさんでおなじみ、大森さんをお招きしてワーナーの偉い方ですから本当はプロデューサーの仕事が何たるかということをね聞くことができました。いやいつもはね本当ちょっとひょうひょうとしてていい意味で軽いノリの方なんですけど、まあやっぱ仕事のことになるとねちゃんとしたお話をしてくれるわけですよ。びっくりしましたよ、いつもとのその差に。そこにでもやっぱ痺れるんですね。あれ今日来てなくないですか何朝早いから今日ね朝ね今10時ぐらいです。だから来てないの。何なのあの人、吸血鬼なの多分朝日を浴びた瞬間にボロ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 って砂になっちゃうんだろうねちなみに前回はですね夜の10時に撮ってましただから元気だったんだあんなに。はいそんなわけですね。まあ本当ですね2週連続の更新になりましたけれども、まあ内容は濃いですよ。しかもですねなんとこの収録日の前日何の日だったと思います？長田さんわかります？長田さんほどのジョジョラーでもわからないでしょう。ジョゼフの誕生日ですまあぶっちゃけだから収録日は9月の今日8日です。昨日9月27日がジョセフの誕生日でしたなんだったらもう一つ言うとブチャラティの誕生日でもあるらしいですなので割とテンションは高めでお送りしたいと思いますはい、というわけでですね、すいませんね長らくお待たせしました。今回もスタッフサイドからのゲストです。なんか本当今日奇妙な面持ちだよ僕は。はい、ご紹介しましょう。キャスティング協力の白川大樹さんです。どうもキャスティング協力の白川大樹です。はいいやねもうそうだよねそうだよねだよね。なんでかっていうとですよ、僕白川くんのことはねよく知ってます。僕もよく知ってます、そうだよね、割となんか昔から顔なじみなイメージがよく会いますよね。割とよく会うよね。なんでだろうね。偶然かな。偶然かな。スタンド使い同士がね惹かれ合うってことでですね今日ですね白川くんに来てもらったのはですねキャスティング協力という、ジョジョの中でのその役割の方として呼んだんですけれども、いつもは何をされている方ですか？小野さんはじめ、はい、マウスプロモーションでマネージャーやってますはいそうなんですよ。この方ですね本業というかなんて言うんでしょうね、肩書きとしてはですよキャスティング協力の前に弊社マウスプロモーションのつまり声優のマネージャーのお仕事をしている人なんですよね。つまり僕のマネージメントも、主にですよだからチーフマネージャー的なポジションだよね。そうですね。マネージャーの中でもですねそのキャリアを重ねていき、僕割と若い時、まだジュニアからランクになったばっかりぐらいですかね。その時に入社してきてそこからずっと僕のマネージメントはその主にやってくれていてですね、本当頼りになる男なんですけれども、今日はですねそのマネージャーではなくマネージャーの仕事も聞いてるとね時間足りなくなりそうなんで、今日はキャスティング協力というお仕事について、白川くんに聞いていきたいと思いやす。というわけでですねキャスティング協力とはどんなお仕事ですかまずもうざっくりですけどね。ざっくりとそのアニメに関しての今回ジョジョは、いわゆる津田さんとか監督の他に、音響監督岩波さん含めなんですけれども、みんなでいろいろキャスティングはしてるんですが、そこのまず候補だったり何だったりっていうところの一歩をこう提示していくっていうところがまずなるほど、仕事になってますね。候補を上げていくってことは、もうだから例えばイメージがある場合はいいけれども、各話のゲストの人とかで、この人誰がいいってつまり聞かれたりして、白川君が、じゃあこの人どうですかとか。そうですね、提案したり、さっきも申し上げたんですけど、監督だったり、それこそいろんな委員会で作ってるんで、各社の、イメージを吸い上げた上で、何名かこう候補を上げていって、時には
もうちょっとこんな感じとかっていうのはありますし、うんそういった候補を挙げつつも、うんキャスト選定の足がかりを作っていくっていうのが、まあ、ざっくりいったところの仕事ですかね。いや今のでもだいぶつかめた。割と言う通り一歩目というか、そうですね。そうだよねなのであんまり最終決定は正直してないです。逆だよね、うんだからね取っかかりを作る係ってことだよね、ええ、何気に重要なポジションな気がするんですけれども、そもそもですよ、セリフが一言のキャラクターだったりとかですね、そういうその各話のゲスト、例えばその通りがかりの通行人の人だったり、インドの街並みにいる人たちだったりとか、そういう人たちっていうところもキャスティングその考えたりするわけですよね。そうですね。モブと言われるようなうんキャラクター含め、全部ですね。ちなみにジョジョははい、お好きですか？大好きです。即答です。これをね、そう最初に聞いとかなきゃいけないんだよ。あまりにジョジョ好きなんだよね。まず取っかかりっていつだった？読んだのって。でも子供の時にやっぱり読んでたのが3部4部のあたりで一番やっぱり好きなのはその辺ですかね。3部4部、確かに僕とそんなに年変わらないん で、僕より少し下だよね、やっぱ3部4部あたり、まあがっつり言うと4部あたりはもう物心ついてというか、ジョジョの面白さがちょっと分かるようになってきて読んでるわけだ、おー、どうだった？最初キャスティング協力お願いできないかなってなった時に。いやー、最初はちょっとびっくりしましたけど、まあ嬉しいなっていうのが一番の感想ですかね、ただ責任も大きいなとは思ってたんで、好きがゆえに、なのでまあ私物化しないようにっていうのだけはずっと投資で意識してはやってるつもりですけど、好きすぎるからといって、自分のその俺ジョジョを押すことはそうですね、さすがに、むしろそれを抑えてバランスを取る、フラットにやりたいなっていうような部分はあります、なるほど、まあ、前回もねその大森さんに来てもらった時にそのこの机の上にみんなで集まってドンで意見を出し合ってその中で決めていくっていうのがジョジョの作り方なんだって言ってたんだけど、まさしくそんな感じがするね。そうですね、誰かが偉い人が言ったことが、ああそれでお願いしますってなるんじゃなくて、ちょっと待てよこれがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかって出していくっていうのを、じゃあそういう場に白くもいるってことだよね。そうですね、なのでトップダウンにならないように、いろんな人の意見を吸い上げて、公平に提示していくっていうようなことができたかどうかよく分かんないですけど、やらせてもらってたつもりですね。はい、非常にねクールな男なんですよ。なんか今思うんですけど割と僕より喋れてる気がするんですよねラジオで喋れるマネージャーって俺すごいなと思うんですけどそんなね白川君にねメールがいっぱい来てんだよ俺だからちょっともうこれ面白くて今これ面白いですよね、うちのマネージャーにメールが来てるっていうファンの人からジョジョファンからせっかくなんでいっぱい読んでいきます。はい、お願いします。では、スタンド名、止まった時の中で小指だけ動かせる能力。キャスティングのお仕事にすごく興味があります。聞きたいこともいっぱいあるのですが、その中でも特に聞きたいのはどういう順番でキャストは決まっていくのかです。私のイメージは、主役、準主役、悪役含む、ライバルとかですね。そして、脇役だったりテキスタンド使い、そして一言二言くらいの、セリフ量の役の順かなと思ったりするのですが、いかがでしょうかという、本当純粋なそうですね、お便り来てますけれども、キャストが決まっていく順番、どこから決まっていったのか、これいろんなパターンありますよね。そうですね、作品によって違いはあるんですけれど、ジョジョに関してはまず、その各部が始まる時にオーディションがまずあるんですね、でそこでここまでのキャストに関してはオーディションをしましょうというのを、委員会で決めてしまうので、まずその主要キャラと言われるようなキャストを決めていきます、で3部に関して言うと、旅の一行たちプラス、悪役の中でもパンチが効いたところっていう決めていったんですが、実は3部に関して言うと一番最初に決まったのはエンヤバーです。
嘘だろこれ多分どこでもまだ言ってないと思うんですけど。いや僕ですら初耳ですよそれは。本当にエンヤバーが最初に、玲子さんが最初に決まったの？もう一番最初にもう決まりました。なんかでも確かにいやオーディションしてるみたいな話は聞いてた。確かに嘘スターダストクルセイダースよりも丈太郎たちよりも一番最初に決まってたのがエンヤバーっていうそれすごいね。エンヤバーをじゃあ軸にしてでまあディオはね、ディオに関しては一部のそのまんまやっぱ小安さんであろうということはあったでしょうけど、でもエンヤバーなんだ。エンヤバーの次はエンヤバーの次が、多分丈太郎だったような気がします。はあすごい。エンヤバーを軸に丈太郎がじゃあ俺玲子さんとのバランスで。そうですね。本当かよ。本当かそうなんだ。それはもう満場一致でじゃあ、そうですね、この人だって。いやインパクトはやっぱりありすぎたというか、もうぴったりハマってたのが玲子さんだったかなっていう。だとそういう決め方ってだから決め方っていうよりはなるべくしてそうなったんだろうね、きっとね。こっから決めようってだから最初に決めてるわけじゃないってこと そうですね、順番としては。でもそう考えるとこの作品をこうしたいっていう以前に、もうこの役この人がいい、この人しかできないっていうのがまず決まると、周りもおのずと決まっていくっていう流れがあるのかね、もしかしたらね。そうかもしれないですね、ただもう3部もそうですし、1部2部の時から、いわゆる主要メンバーっていうところは本当にバランスをこう重要視してたところはあるので、一人だけ、年代感も含めなんですけど、突出しないような形というか、そこの一段の感じは重要に思ってたので、なるほど、オーディションの時にも座組というか、そうですね、なるほどね。キャスティング協力というか、そういう風にキャスティングしていく中でじゃあ大事にしてることってやっぱそこ、そうですね、バランスで一番なんか抽象的な言い方かもしれないんですけれども、やっぱりお芝居なので、一緒にアフレコをしてるっていうところの大切さというかを一番意識してる感じは僕の中では思ってますけど。なるほどね。でも本当だからこその納得のキャストが揃ってるわけなんですけれどもね。これもちょっと聞いてみたいんで読みますね、どうぞ。スタンドメンオリビエ。小野さん、いつもラジオお疲れ様っす軽いなおいお疲れっす。キャスティング協力の白川さんがゲストということですが、今回のジョジョのアニメは本当に声に違和感がないというか、すごく納得できるキャスティングだと思うんです。僕の友人たちもみんなそう言っていました。ここまでの納得感を与えてくれるキャスティングには一体どのような秘密があるのでしょうか。僕はキャラにぴったりの声を見つけるスタンド能力を持っているのだと思っていますがさらっと言うね。もしそうでないなら合う声の持ち主を探すコツみたいなものも教えていただければと思います、ということでですね。なるほど。秘訣、スタンド使いですか？ちょっと違うかな。ちょっと違うかな。なんかじゃああるんですね、自分のなんかその、基準とは言わないですけど、さっきも聞いちゃったけど、その心がけてることとか、合う声っていうのをどうやって探してくるのか。僕も思うんだけれど、イメージがやっぱガチッと決まる役もあれば、誰がいいかなってやっぱ迷う役もあるわけじゃない、でもそこら辺はやっぱりドンでそのアフレコが始まると、そして僕そう前から思ってたんだけど、白川君って現場にいるわけですよ、必ず。で、次の敵キャラ誰がやるのって言ったら内緒ですっていいじゃん、弊社なんだ、弊社同士さそこはさって思うんだけど、ダメです、秘密です、楽しくないでしょって次にね戦う敵分かったら楽しくないでしょって、そうだな、やれやれだぜっつって聞かないんですけどいやーでも来たらぴったりなんだよね、どうなんですかここって。でもオーディションをやる段階でもやっぱり自分の中でも自分のイメージっていう中で出してるキャラクターたちはいて、3部で言ったら僕は小松さん
とかは、まさにポルナレフは小松さんのイメージで読んでた感じがあるので、決まってくれて嬉しいところはあんまりズレがなかったなっていうところはなるほどありましたけどね。僕ねイメージ的に小松くんって洋画の吹き替えがすごい上手というか、そっちでこう、そうですね、名を馳せてるイメージがあったんで、実は意外だったんだよね、そこに持ってくるのが。それやっぱり弊社が洋画に割と強い部分っていうのもよくやってたりする部分もあって、ぴったりの人探すっていう意味ではいろいろ選択肢持つっていうことは大事だと思うんで、僕らはマネージャーでもあるので、現場に行く機会っていうのがやっぱり多いんですよ。だからアニメに関わらず、例えば外画の現場に行ってこういう人がいるぞっていうのは絶えずインプットをするようにはしてますけど、それは自分の会社他社限らずっていう意味で、いやね、こちらのねスタンド名ツナさんもそういうメールを寄せてくれてて、ゲストキャラクターに吹き替えでもご活躍されている方が多数ご出演されていたのは何か狙いがあったのでしょうか。3部を通して、そして1部2部も世界観違ったりもしましたけれども、キャスティングのコンセプトのお話、ぜひお聞かせくださいというのをですね、この方も書いてくれていて、ありがたいですね。確かにゲストキャラクターもね多かったね。僕びっくりしたのは、例えばデーボのカシーさんであったりとか、カメオの有本さんであったりとか、びっくりしたんだよね。って渋いって渋いねオタク渋いね。この方もまたね、源田さんもまたそうですね、外画の方じゃないか実は。いや、ここら辺ってなんかやっぱり意識してた部分がじゃあちょっとあったのかな。吹き替えの人を呼んでみようとか、ジョジョって結構世界観が特殊というか、だと思うので、外画だったり、いわゆる舞台系に出られてる役者さんとかは合うなっていう風な印象があったので、それは監督とかとも話はしてたんですけれども、本当に合う人いたら積極的に取り入れてほしいっていう風には言われてました。なるほどね。だからこそのキャスティングなんだ。印象的なことがまた鈴木玲子さんなんですけど、アフレコの合間とかにお話をしてたら、ジョジョってその歌舞伎っぽいよねっていう風な話をされてたことがあって、言えてみようかなっていうところは、その見栄の切り方というか、セリフ回しとかね、やっぱりなんかそういうのも含めても、その外画の役者さんをメインにされてる役者さんとかは、その距離感の作り方とか、その役の作り方とかはジョジョの世界観には合うなとは思ってたので、できるだけその候補に入れるっていうその作業を僕はしてたつもりですけど。なるほどね、いろんな役者さんがいる中でも、だから歌舞伎っていうとつまりイコール伝統芸能じゃない、歴史のあるものっていうか、だからこそそのいろんな歴史を知っているというか、キャリアを積んできてる方であったりが多くなるのは、もしかしたらこれ偶然ではなく必然だったのかもしれないよね。いや、1部2部とかも、いや本当ね、もう見ててもう見事だなと思って、そうそう、僕が気になってたのはですよ、敵、いや敵の大ボス的なところでいうと、そのディオであったり、2部だとカーズはきっと遂行に遂行重ねてそこまで行ったんだと思うんですけど、例えば柱の男とかどうやって決めたのかなと思って。柱の男に関しては、オーディションは実はしてないはずです。ないの？実は嘘だろ。重要度という意味ではやっぱり1話だけ出てくる、例えばゲストスタンド使いとかとは、重要度が多分ちょっと違ってくるので、慎重さっていう意味では、練りに練ったところ、時間をかけた部分はあるんですけれど、オーディション自体はしてないですね。いやでもよく持ってきたよね。僕、やっぱりそのワムーが明夫さんな時点で、もうこれはもうやばい、勝てるのかっていうその感じもあったし、ワムーの力感で言うと明夫さんはでも確かにすごいぴったりだなと思った。そしてカーズにカーズ彦さんがカーズにカーズ彦さんは偶然です。偶然かその偶然か、カーズ彦さんが来るのもそのラスボス感っていうところと、色気
そうですね。ね、あれぴったりだなと思ったんだけど、僕一番すごいなと思った絵師自身なんだよね。あどうやって決めたの？刑事さんって。柱の男って、まあジョジョのシリーズ通じて唯一と言っていいほどこうよくわからない生命体というか、たちなんで、まあディオが吸血鬼だったりなんだったりっていうのはあるんですけれど、柱に関してはもう圧倒的にジョジョたちが勝てないぞっていうようなぐらいの、人たちをキャスティングしようっていうのはまず最初に思ってて、まず圧倒的はいがキーワードですね。はい。で和彦さんはさっきも小野さん言ってたみたいに、色気があって、インテリでちょっと姑息みたいなところで。なるほど、色気、知的、そして実はちょっと卑怯っていう、なんか結構監督とかからもそういうキーワードをいろいろいただくことが多かったりもするんですけれど、まあそういうところでワムーはやっぱりなんだかんだで紳士ではないけど、こうまっすぐなところがあって、まあ強い男でっていうような、武人だもん。武人ですね、っていうのもあるんですけど、絵師弟子はギャップですよね。ギャップを出せる人で3本の柱にの中で負けずにキャラを出せるっていうところでは、刑事さんにぜひっていうところでの候補を挙げた中でやっぱり刑事さんが選ばれたというような。なるほど、ギャップね、でも意外だけど納得。それは泣いた後にすっきりする怖さね、あれがもう不気味で不気味でしょうがないように作らないと多分 SGC っていうのは成立しないので、今怯えたなと、お前感じ、そうなんだよ、得体が知れない感じとその、分かりやすいところのギャップだよね、でもそう SGC って一番その生きるってことに貪欲だったのかもしれないっていう、割とだから、その3人いる柱の男の中でも実は人に近い部分があったのかなとも思うし、そことのギャップだよね、強さあといきなり変なこと言い出したりとかするギャップそうですね、エキセントリックさ、そういうところのがやっぱ刑事さんがやっぱハマってたんだ。芝居の振れ幅というかが見事だったかなっていうところで、すごいね、でさらにそっからのサンタナにノムケンさんっていうのも見事だったんだよね、ノムケン、そっか、ちょっと若いからだ。そうなんです。その中でもやっぱり世代間には差をつけたかったっていうのもありますし、でも人を超えてるっていうか、そうなんです、その人知を超えた強さを持っている、けどちょっと若い、ノムケンさんぴったり、いやこれ聞けば聞くほど深いですね。これは貴様ジョジョ読み込んでるな結構読んでる方ですかねね、ちょっと謙遜していますけれども、これではどんどん読みますね、こちらはですね、スタンド名磁力最高。キャストを決めるときにはジョジョ好きな人にやってもらいたいなって思ったりするもんですか？それともあえてジョジョを全く知らない人にやってもらいたいと思うものなのでしょうか？これはもう2曲ですね。なんか、どっちかってこれ決められるものですか？そうでもないよね。あんまり意識したことはないですけど、いろんな現場に行った時に、僕ジョジョ好きなんでみたいなことを言われたりすることは結構多いです。なるほどね。逆に言うとそういうジョジョ好きな人との会話ってやっぱ僕も経験してるけど膨らむもんね。そうですね。そういう人ってだからオンエアすげえ見てるよね、たまたまでもジョジョ好きだって知ってて、この役に合うなみたいに思う時もありますね。あるよね、それはねなので今までキャスティングで、入っている人たちもジョジョ全く知らない方もいらっしゃれば、大好きな人もいらっしゃいますし、そこはなんか選考の基準にはなってないかなっていう。なってない、ただ個人的な思いでは、好きな方いらっしゃると嬉しい部分はありますけど。そうだよね、でもここがやっぱりね彼のクールなところだと思うんですね。クールに熱い部分だと思うんですけど、さっき言ってたそのバランス考えて、だからこそ全く知らない雲尚さんであったりとか、
まだその当時読んでなかった小松くんがさんもそうですよね、がっつりそのキャスティングに入ってきてるっていう部分では感じるところですね、ああでもこれはね面白い。でもジョジョ好きが声優業界にこれだけいるのかっていうのは、ここ数年で改めて知ったよね。多かったですね、多い多いそんな君もかっつってあなたも隠れジョジョラーみたいな人もたくさんいますからね。いっぱいいるんだよね、俺思い出した学生時代を言い出せなかったあの思いを。どうだった学生時代って。あんまり言えないですよ ね。なんでだろうねあれね、今だったら言えるのに、ね、今だったらもう、こう声を大にして言えますけど、言えるけど ね仙台のジョジョ店行きましたって声を大にして言いますけど貴様ただのジョジョ好きだな僕より先にあれですよ、仙台のジョジョ店行って画集っていうかね、なんて百科事典みたいになってる全カラーの画集、あれ画集ですね。画集だよね、画集を買ってきてて現場に持ってきてて、白川くんこれもしかしてっつって、そうです僕は行ってきましたっつって白川くんこれね弊社所属タレントの僕であるところの僕にちょっとこの一冊を分け与えてはくれないかね。ダメです。ダメなんだ即答でしたからだが断るされました弊社所属タレントであろうとってはい余談でしたけれどもですね、はいもっと来てるんで読みますよ、はい、スタンド名ラッシュボール。小野さん、白川さん、こんにちは。こんにちは。今回のゲストの白川さんはキャスティング担当とのことですが、自分はフィリップス上院議員の声が張さんだったことに結構な衝撃を受けました。なぜあのキャスティングが実現したのでしょうか。やはり上院議員にできないことはないからでしょうかはい、ここは気になるところですね。張さんは僕もまあそのイメージで読んでましたし、確か津田さん監督とかも、多分張さんのイメージだったんじゃないかなっていうところで、比較的すんなりというか、ストレートに決まった感じがあります。まああれだよ、本当にねジョジョ好き同士のイメージが共通してたってことだね。あれだけパンチの1話しか出てないんですけど、確かパンチの効いた上院議員っていうのもなかなかないので、ジョジョだと時々いるじゃないですか。上院議員もそうだし、まあそこにしびれる憧れるもそうですけど、出た一部のいわゆる一般の人なんだけども名言を残していく人、パンチのある人たちがちょいちょいいるので、そこに関してはちょっと面白さも出したいなっていうようなところは、そうだよね。なんだったらその張さんってスタンド使いで出てきてもおかしくないぐらいの存在感、そうですね、があるんですけど、だから僕と三宅健太なんかもう手叩いて喜びましたからね爆笑でしたからね。アフレコのコントロールルームの方もうみんな爆笑してましたけどね。ねえ、そうなんでオンエアで見ててもすごいじゃないですか。テストとかもっとやってたからねやりすぎててちょっとそこまで行くとぐらいやってたから面白くてしょうがなくて、それがジョジョはもうテスト集を見せたいですよね。テストの時のもうほんとそう面白さ、血管切れそうな感じっていうかみんなダラダラ汗かいてやってるからね。よく僕はお話しするのは、その一番最初にの敵スタンド使いってこういう人が来るんだって感動したのが、グレーフライの張さんだったんだよね。そう同じ張にそう克実さん、張克実さんが来た時に、ってやっぱこの方も外画でものすごくその名を馳せていると言いますか、すごい大御所の方なんですよ。だからそんな方にベチやって言わせるっていうこのもうこういう番組なんだって僕はその時覚悟を決めたのね。だからその感覚がまたここで終盤じゃないですか、ここでまた来たのよ。うわーフィリップス上院議員張さんだっていうカタカナで張だけどっていうこれだからね感動したんだよね。でも本当にじゃあスタッフ間の思いがやっぱここは一つになった瞬間だった。そうですね。上院議員はやってほしいとぜひっていうところでお願いさせていただきました。面白い。余談なんですけれど、そうだ聞きたいところがあって、一般の人で言うと、例えば僕絶妙だと思ったのがアレッシー戦で子供になっちゃうシーンのお姉さんに海田優子、絶妙だなと思って、
スタンド使いじゃない一般の人でもすごくいい人でもちょっと色っぽいみたいな、そうなんですよね。あの辺とかすごい上手にキャスティングしてるなと思って。やっぱりあそこはポルナレフとちょっといい感じになるっていうところも含めて、いいお姉さん風というかもういいお姉さんなんですけど、まあ色気もありつつ優しさもありつつ出せる人で言ったら、でどっちかっていうと日本的な女性というよりはいわゆる海外感というか、いわゆるまあ世界的にも完全にそうなんですけれどもっていう意味では、まあ今回もここでも出てくるんですけども、そのガイガー的なイメージの方の方が合うかなっていうところで、よくヒロインとかをやられてる海田さんが本当はね、だからか、なんとも言えぬ異国情緒あふれるいい女感っていうのは、そこがゆえんだったのか、いやあの回って本当絶妙で、子供ポルナレフが藤村さんでしたね、だったし、そこもぴったりだったし子供丈太郎高森ちゃんっていうのもよく持ってきたなと思って。高森さん実は最初の時も一回出てて、そうだよね、その時からこの子供になる回のことは、想定はしてたので。そうだよ、白川君にすごいプレッシャーをかけられてるって、いい意味での、っていうのはね、確か彼女言ってた気がする。そう、高森さん別の現場でもお会いするんですけれども、ちょうど原作もお見せして、こんな感じですよっていうのは説明させていただいたりはしましたね。なんかだからね、要所要所ねやっぱ白川くんねいい仕事してんですよ実は面白いなあ。じゃあこれ聞きたいわ。スタンド名マルコは静かに暮らしたい。スタッフの皆さん、小野さん、白川さん、はじめまして。今回のゲストはキャスティングにかかっている白川さんだと聞き、どうしても気になっていたことがありメールしました、第21話のエンディングでポルナレフの妹シェリーの声優さんが小松優香さんでしたね、作中でも姓がポルナレフ同士の兄弟、演者さんも姓が小松同士。これは偶然だったのか、いやもしキャスティング時の小話や収録時のお話あれば聞きたいです。偶然です。偶然なんだ偶然か絶対そこかと思ったのにそこ関係実はなくてまあポルナレフの小松さんの芝居の雰囲気に比較的近いというか、合う人にしたいなっていう意味では、これもそうなんですけど、やっぱりアニメにはあまり馴染みがない方かもしれないんですけど、ちょうどいいかなっていうところで、まさしくその外画のやっぱいい女をよくやられてるイメージがあるし、すごいどうしてここを持ってこれるんだろう、ここにって小松さんをって、ちょうど良さにしびれた覚えがあるんだよね、ここは。じゃあ偶然でした小松なのは偶然でした。はいではですね、たくさん読んでますけれどもですね、こちらじゃあこれ最後かな。スタンド名ブリーズガール。小野さん、オラオラジオいつも楽しく聞いております。白川さん、はじめまして。はじめまして。キャスティング協力をされたと聞いて質問がありますっつ。エジプト編最終回、終わってしまったなと思いながらエンドロールを見ていたら、エンドロールにスピードワゴン財団パイロット竹内俊介の名前が。もう一度竹内くんだと思われるセリフを聞いてみると、ディオ、歌教員、ポルナレフ、ジョセフと主要メンバーの名前をほとんど喋っているじゃないですか。一部や二部アニメでもそこに痺れる憧れルーのような主要キャラではないけれど有名な重要なセリフもキャスティングにこだわったと聞いたので、もし3部でも細かいけれど細かくなくてもこだわったキャスティングなどあれば教えていただきたいです。よろしくお願いしますということで、まあね、さっきから話しているこだわりキャスティングなんですけれど、竹内くんそういや来てたね。来てましたね。なんてイケボなんだ。若いんですけどね。10代です。10代17だったかな。いやー、なんかでも僕がそのなんて言うんだろうな、なんとなくその思った感覚を今言うと、新しい世代にジョジョを知ってもらう、こういう現場もあるんだってことを伝えていくっていう意味では、彼が来たことってすごくなんか意味があるなと思ってたのね、きっと10代だとその3部って絶対ほら読んでないですよね、多分。そうだから今初めて触れると思うんだよね、だからすごいなと思って、そんな彼が
しかも全員の名前を主要メンバーをみんな呼んでいるっていうのもね、なんかすごい感慨深かったんだよね。これやっぱなんかちょっと意識したところってある？今回そのモブのいわゆるモブと言われるようなキャラクターたちのキャスティングは結構一任されてる部分は若干あって、一つだけそこで思ってたのは、最近の昨今のそのアニメーションって結構なんて言うんでしょう、ナチュラル系の作品とか、いわゆる自然なお芝居っていうのがまあ好まれる傾向にはあると思うんですけど、ジョジョって実はもう正反対のことをやってるような作品だと思っててまあ竹内さんに限らずなんですが、結構この作品のモブキャラたちっていわゆる他の作品で主要なキャラクターをやってる方たちをお呼びしていることが多々あるのは、今回のそのジョジョっていう、まあ、ある意味ジャンルジョジョみたいなこのちょっと不思議な世界観のこのアフレコの雰囲気っていうのをその若い子たちにちょっとでもこう経験してほしいなっていうのがあったので、そのまあ竹内さん自身もそうなんですけれども、他でもいろんな方たち、実は見返してもらえるといるんですよね。若手が確かにで参加してる。まあそれを強制するつもりは全くないんですけど、あ、こういうやり方もあるんだっていうのをちょっとでも感じてほしいかなっていう思いは正直あってキャスティングはちょいちょいやってました。それはうちの子たちもそうですし、まあ弊社の子もね入りつつ、でも弊社だけに他社の中でも、ならずなんでこの人呼んでるんだっていう人たちもちょいちょいいるんですけど、やっぱり可能性がすごい秘めてる方たちとかで、この現場を経ることでなんか一つ面白い手法があるなって感じてもらえれば、今後何十年多分役者人生ある中でプラスになればいいなっていう思いはあったりはしましたけどね。なんかそのジョジョが持ってる普遍的なテーマとしての人間参加があって、でそれって一部から全部の部にやっぱ共通してることで、で魂がやっぱ継承されていくっていうことが、その大きな流れの中で描かれてると思うんだけど、僕らもアニメの中でその演じるって中でそれがこうさせてもらってるような気がしていて、それってもしかしたらこのキャスティングっていうところでも実はすでにされているっていうことなのかも。そうですね。ちょっとだけでも伝えられていけたらいいなっていうのはほんの片隅には思ってやってはいた。やっぱね熱いわこの男もまたはい、そんなわけで白川君、はい、僕はね、今日はそんなに言うてもね、弊社マネージャーですからね、そんな時間出るほど喋らないと思ってたんですけど、ね、割と喋ってますね。長いんですね。割と喋ってます。これは長い。白川大樹、破壊力 D、 スピード C。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきますということでですね、めっちゃ久しぶりにありますこれでは紹介していきましょう。スタンド名埴輪くんよりいただいております。僕がジョジョを知ったきっかけ、それはファミコンジャンプ2。小学校の頃、それが発売される時、当時ジャンプを全く知らなかった僕の周りでは、どうやらスタンドが使えるらしいという会話が聞こえてきて、電気スタンドで一体どうやって戦うんだろうと思ったのが僕のジョジョとのファーストコンタクトでした。小学生っぽいよね。余談ですが、実はファミコンジャンプもやっていたのですが、その当時はキャラのことを悟空以外全く理解できず、単なるゲームとして遊んでいたので、ジョセフがジョジョのキャラということも全く知らずに遊んでいました。ある意味そこが本当の出会いなのかもしれません。運命の出会いとは自分でも気づかないうちに起こっているものなのかもしれませんね、ということで。はい。うまいことまとめたね。ファミコンジャンプって方がね、割といらっしゃるんですよ。スタンドっていう概念すら知らないところから入ってきたと。まあ、白川くん。はい。白川くんは、まあさっきも聞いたけど、きっかけって、はい。何だった？たまたまやっぱジャンプ読んだ？たまたまジャンプ読んでたのがきっかけですね。第一印象どうだった？
子供の時はまず絵柄がちょっと怖いかなっていうのが、やっぱそう思うよね。うん。あんまりこう、うんうん。ジョジョ読んでるんだぜっていうのは、あ、やっぱ、言えない感じ。なんだろう。隠れキリシタンみたいな。言えない。すごく好きだけど言えないっていう。なんかでも、例えば、今ね、ファミコンジャンプ2のそのジャケットっていうんですか？はい。キービジュアルみたいなのを今画面に出していただいてるんです。2ね。はい。最強の7人だって。ですね、悟空はいます。確かに。悟空いて、ターちゃんがいますね。で、ターちゃんの下に、タルルートくんがいる。そして、剣桃太郎さんがいます。ここはもう、でもこの辺までは強そうですよね。タルルートくんだって魔法使えばね。隣にね、りょうさんがいるんだ。りょうさんがいて、丈太郎がいて、その下に、前田大孫がいます。ろくでなしブルースです。すごいね、この時代。強っつうか、もう強さのベクトルがみんな違うっていう。これ、最強の7人っていう、サブ隊がすごいですよね。確かにそうだよね。この7人で戦えるっていうことはすごいですし、でもこの中で確かに僕が読んでて、なんて言うんだろうな、小学校の時に読んでたっていう記憶があるのって、やっぱ、ジョジョ以外なんだよね。ジョジョってやっぱすごく怖い、やっぱ言う通りね、その不気味なイメージがあったから、その時にハマってたかっていうと、うわ、こんな漫画もあるんだ、すごいっていう印象だったもんね。ただファミコンジャンプでこう集められるとさ、やっぱ、ヒーローって感じがするよ。同じヒーローなんだ。うわ画面も出してくださいましたよ、今、おさらさんが。ファミコンジャンプ1は、ジョセフが登場していて、サンタナと戦いますと。あ、波紋使ってる。こうだって。これ柱登ってるんですよね。特訓のシーン。ヘルクライムピラーだ。そうだ。油ブシャーって出るんだじゃん。よくぞファミコンの技術でドット絵でこれを表現したよ。それが今の、ジョジョファンを作り上げているのかもしれませんね。はい。まだ、もう一つ来てんの？読みます。スタンド名、サウンドマン。私がジョジョを知ったきっかけ、それは、駄菓子屋。中学生の頃、よく行く駄菓子屋のばあさんが、エンヤバーと呼ばれていました。兄の世代からすでにそう呼ばれており、なぜエンヤバーというハイカラな名前なのか、由来もわからないままそういうものなんだろうと思ってエンヤバー呼ばわりしていました。が、テレビアニメを全話視聴した今ならわかります。駄菓子屋のエンヤバーの元ネタはジョジョだったのです。ジョジョにまつわる言葉を最初に耳にしたのは、おそらくこれだと思うので、知ったきっかけには違いありませんよね。これでも、ちょっと奇妙な物語でもありますよね。だってそのエンヤバーをやってらっしゃるのが、レイコさん。すごい、エンヤバーというのは、駄菓子屋のおばあちゃんのことをエンヤバー呼ばわりするのは。どうかと思うんですけど。そうだよね。猫殴るってことだもんね。ハサミ持って追いかけてくるんです。杖でも、えいってやっちゃう。まあでもぜひ、今も駄菓子屋さん営んでいらっしゃったら、ぜひ、肩を揉んであげてください。はい。というわけで、ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは、でした。白川大輝。射程距離、C。持続力、A。精密動作性、A。成長性、B。今回は、キャスティング協力白川くんを招いての1時間近くでした。はい。能力説明いってみたいと思います。はい、破壊力。これ、そもそも何ですか？何ですかね。マネージャーとしての能力。能力。キャスティング。まあ、どっちも含めてですかね。なるほど。破壊力 D。そんなに苦手？そんなに。破壊力ってなんだろうなって思った時に。もう破壊力が分からなかった。破壊力が分からない。なんだろうってなっちゃったんで、確かに。破壊力は一番分かんなかった、分かんなかったんだね。はい。スピード。スピードは何のスピードこれ？仕事のスピード？仕事のスピード。普通。まあ。これはもうでも自己評価ですからね。割と速い方だと思いますよ、僕は。はい。ありがとうございます。射程距離。C。普通。射程距離も難しいですけどね。人とのなんて言うんだろうな。
例えばでもキャスティングの射程距離とかだと、うんうんうん、僕はでもね割と広いと思いますよ。あーだって外がその洋画のところからも、うんお呼びしてるっていうところを考えると、でも射程距離は自己評価は C だと、まあ普通、そして持続力が A なのはねすごい超すごい。何の持続力これ？持続力、まあ仕事がひたすら続けられるっていう意味ではね。これそうなの。今僕気づいた。この人ね、あんま寝ないんですよ。ナポレオンかってぐらい。ゆっくり休んでください、ね。はい、ありがとうございます。休む時はそして精密動作性 A。これがですね、精密、細かい仕事大好きなんで。なるほど。はい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 。細かい仕事っていうのは、キャスティングとかマネジメントにおいて。そうですし、純粋に物理的にこう、細かい作業大好きなんですよ。裁縫とか。そう。この人、僕の破れた、衣装を縫ったことがあります。一度や二度じゃないよね。じゃないです。ボタン取れた時つけてくれたりとかね。すぐつけます。そうなんです。はい。そして、成長性。これは希望ですね。まあ、成長していきたいな、この先もっていう。まあ、希望を込めての B かなっていう。B。なるほどね。あ、でもね、確かにこれ言えて妙ですよ。破壊力 D なのもなんとなくわかる。とても優しい男なので、ただやっぱやるときはやるっていう感じがしますよね。やるときはやる男。ありがとうございます。白川大輝でした。はい。というわけで、はい。じゃあ最後感想、どうでした今日？いや、楽しかったです。楽しかったです。楽しかったですけど、あんまりこう、たくさん出てたくさん話すとなんか出たがりみたいに思われるから。大丈夫。今日ね、割と短い方だから。でしょ？これでも。しかもこれは自分から望んで出してくださいと言ったわけではなくて、ジョジョ大好きおじさん、大森さんに出てくれって言われたので、出てます。そうなんだよね。決して自分からは突出しない男なんですけれども、こうして、やっぱり、ラジオっていう、媒体で喋るとですね、ちゃんと熱い思いが出てくるわけですよ。なんかでもジョジョってそういうスタッフさん多い気がするね。そうですね、多いですね。いつも喋らないんだけど、あれって話止まんねえぞ。スタッフさんやっぱり裏話いっぱい持ってる方も多いので。持ってるね。いや、今日もすごい衝撃的なこといっぱい聞きました。とにかく、玲子さんから決まったっていうのがすごいと思いました。多分初出し情報です。はい。でも本当、僕から言えることはですね、本当に弊社マネージャーでもあるので、僕が丈太郎に決まった時に、やっぱ一番近くで一番最初に喜んでくれたのが彼だったので、しかも、だから、マウスだからって、優遇されるわけじゃないです、もちろん。そこに関してはもう本当にオーディションをフラットな状態でやってたんで。0から、1からじゃない、0からやったんで、そういう意味では、受けて、受かりましたよって彼から聞いた時が僕本当に涙が出ちゃうぐらい嬉しかったんですよね。もうハイタッチな感じでしたよね。ね。あの時は。あんなにテンションが高い白学校を見ても後にも先にもあの時がね、最初で最後かもしれないぐらいの、そんな感じでしたけれども、そんな彼と喋れて今日は楽しかったです。はい。ありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。そんなわけでお相手は空城丈太郎役の小野大輔とキャスティング協力の白川大輝でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。